to Bon Ivo Japanese Sweets. My name is Ai, Japanese pastry chef from Tokyo, currently based in Sweden. Today, I am going to show you guys how to make 白あん。今日は粒あん、こしあんに並び、和菓子の中でよく使われている白あんを作ります。白あんは白こしあんとも呼ばれ、豆の皮を取り除いて作るので、滑らかでねっとりとした舌触りが魅力です。すっきりとした淡白な味なので、そのまま中あんにするほか、桜の塩漬けを混ぜれば桜あんに、卵黄を混ぜれば黄身あんに、味噌を混ぜれば味噌あんにと、様々な風味をつけることができます。また、白い色を生かし、色を染めてきんとんやこなし、練り切りや飾り羊羹などにして上生菓子を作るのにも使われます。今日のレシピは私がスウェーデンで出版した日本のお菓子の本にも掲載されています。日本では白あんの素材として手棒豆や大福豆といった白いんげん豆系の豆が広く使われていますが、スウェーデンでは細かい分類があまりないので、どのスーパーでも手に入れやすい小さい白い豆の意味のスモービータブーノルと呼ばれている豆を使っています。準備として豆は虫食いや変色があるものを取り除き、きれいに洗います。たっぷりの水に浸して一晩置いておきます。一晩置くと豆が2倍くらいの大きさに膨らみます。ざるで水を切り、新しい水とともに火にかけます。今日は 500g の豆を炊いていきます。どういうわけか黒い豆が潜んでいました。取り出してください。白い豆は小豆を炊くときに比べて泡がかなり出やすいので、丁寧に泡をすくい取ってください。沸騰してきたら一気に1リットルほどの水を注ぎ、温度を下げます。これをびっくり水と呼び、豆の煮上がりを早くしてくれる効果があります。豆が十分に水を吸ってふっくらしてきたら一旦ざるにあけて、豆の周りについたアクを洗い流します。これを渋切りと呼びます。白い豆は小豆に比べて渋は少ないのですが、アクが多いですから、それを洗い流す意味でやっています。お鍋にもアクがたくさんついている場合は、洗い流すと白くすっきりとした味のあんになります。新しいお水を豆がちょうど隠れる程度に入れて、再び火にかけます。沸騰したら火を弱めて、豆が鍋の中で踊らないくらいの火加減で柔らかくなるまで煮ます。アクが浮いてきたらその都度アクを取り、水が減って豆が顔を出してしまいそうになったら水を足してください。すべての豆の皮が破れ、指で押した時に簡単に潰せるほどの柔らかさになったら煮上がりです。それでは次に裏ごしの作業に入っていきます。裏ごし作業をスムーズにするためにスティックミキサーにかけます。ポテトマッシャーなどで潰しても結構です。豆を裏ごし、皮と中身のでんぷんを分けるためには目の細かいふるいが必要です。2種類のふるいを使い、大きい目から小さい目のふるいへと段階的に分けていきます。最初に使うのは左の20メッシュのふるいです。一般的な粉ふるいに使われる程度の目の細かさで、栗や芋を裏ごすのにも使えます。1目の細かさは約 1.27mm。次に使うのは右のさらに細かい65メッシュのふるいです。1目の細かさは 0.39mm。こしあん作りには最低でも50メッシュが必要とされています。このふるいを選ぶ際のメッシュ数という単位は、1インチ四方の中にある目の数のことです。20メッシュは1インチ四方の中に縦20、横20の目があり、50メッシュは1インチ四方の中に縦50、横50の目があります。つまり、メッシュ数の数字が大きければ大きいほど、編み目が細かくなるので、より滑らかなあんが作れるということです。ただし、その分裏ごしの作業も手間がかかります。私が使っている65メッシュは日本で購入したかなり細かいものですが、1目が 0.5mm の50メッシュのものはスウェーデンでもオンラインで購入することができます。いろいろ言いましたが、和菓子作りを追求するのであれば細かいふるいをおすすめしますが、家庭で食べる用で多少の舌触りが残ることが気にならないのであれば、通常の粉ふるいだけでもいいと思います。
それでは裏ごしの作業に入りましょう。ボウルの上にふるいを置いて粗く潰したあんを流し入れます。水を加え、お米を研ぐような要領で豆の皮にまとわりついた中身を注ぎ、ふるいの下のボウルに落とします。この作業を何度か繰り返します。ふるいが小さい場合には一度にすべてのあんをこそうとせず、少量ずつに分けて作業してください。すべての中身がこし終わり、皮だけになるとぬるっとした感触がなくなります。残った皮は捨てます。新しいボウルにさらに目の細かい65メッシュのふるいを重ね、先ほどのこし水を注ぎ、さらに細かい皮を取り除きます。あんだけではふるいに通らないので、たびたび水を加えながらこします。さらに細かい皮を取り除くことができました。このこし水をしばらく置いておくと、ボウルの底にあん粒子が沈殿します。上澄みの水だけをそっと捨てます。あんこを流さないように気をつけてくださいね。これを繰り返します。あんこを流さないように気をつけながら上澄みの水を捨てます。もう一度これを繰り返します。しばらく置いておくとあんこが沈殿して上澄みの水は初回と比べて半透明になってきていることがわかりますね。上澄みの水を静かに捨てます。鍋やボウルの上にざるを置き、さらしや手ぬぐいを敷きます。お持ちでなければ薄手のキッチンタオルでも良いですよ。ざるの上に敷いたさらしの上にあんを流し入れます。さらしの四隅を手繰り寄せて、ねじって絞り、水分を切ります。これが白あんの元となる生あんです。分量が多い場合には何度かに分けて絞ってください。生あんの半量だけをお鍋に入れます。お砂糖を加えて、木べらでほぐしてから火にかけます。かき混ぜながら加熱していくと、砂糖が溶け、あんがとろっとした状態になります。残りの生あんを加えてほぐします。焦がさないように気をつけながらあんを練り上げていきます。水分があらかた蒸発してあんを落とした時にポテッと山のような硬さになったら炊き上がりの合図です。炊き上がったあんはバットの上に小分けの山のように取り出し、なるべく早く冷まします。500g のお豆から約 1000g ほどの白あんができます。空気に触れないようにラップで密着するように包み、ジップ付きのビニール袋に入れて保存します。日持ちは冷蔵庫で5日から1週間、冷凍庫では1ヶ月間保存することができます。私は小分けにして保存してそれぞれのお菓子に使っています。というわけで美味しい白あんが炊き上がりました。では早速味見をしていきたいと思います。いただきます。これです。ねっとりとして滑らかであっさりしていてすごく美味しいです。この白あんを使って作ることができるお菓子のレシピもこれからご紹介していきたいと思っています。このチャンネルでは他にも海外の材料を使って作ることができる日本の美味しいお菓子の作り方をご紹介していきます。チャンネル登録、いいねボタン、コメントなどで応援していただけるととってもありがたいです。それでは皆様、また次のビデオでお会いしましょう。See you next video! バイバイ。うまい。何作ろうかな。